ねいい子途中なんね。すごいよ。今朝あったばっかり。握力がなくなってくる。引っ張りながらやるから。そう。後ろ足はね、この丸っこいね関節、ここの関節があるんです。この丸っこい、これが一番つながってる接点だから、ここを取るんです。そうするとあとつながってるのは肉ばかりになるから、本当に洗剤使わないですね。そうっすね。まだお腹は壊してないです。やっぱ多少残るんですね。匂いはないけど、でも食ったらさすがにうまくないだろう。これ捨てるやつですか？そう、捨てるって言ってもコンポストに入れるので、堆肥にするために。この黒いのなんですか？血です。うっ血しちゃったんですね、最後撃たれた後に衝撃で。取れないよな。
黄色いの何ですか？丸い。これ胃液です。胃の内容物。これどこですか？これレバーです。もつ調理するときは意外と大きめに切るんですよ。加熱するとちっちゃくなっちゃうから、だからちっちゃく切って加熱するともう本当になんだミックスベジタブルみたいなサイズになっちゃうから肝臓はものすごい栄養価高いので、まあね、本当は生で食べられればビタミンとかも壊れないんだろうけど、それでも栄養価高い食材なので。生でもいけるんですか？いや、いかん方がいいと思います。僕は獅子のレバーは生で食ってうまいって話は聞いたことあるんですよ、ものすごいうまいぞって、ただ獅子は雑食なので、寄生虫が怖いから、僕は生ではいかんし、鹿の生のレバーも食べたことあるんですけど、鹿もなんかね、春頃とかの鹿はね、これ肝臓を切ると中に黒いねかぎ針状の寄生虫が出てくるんですよ。だからそういう寄生虫とか人間も共通なのか分からんけど、まあ、一応そういう危険性はあるからそんなリスクは冒さない。獅子の臓器って何か特徴あるんですか？獅子の臓器の特徴、うまい鹿よりもうまい。うまいな、僕は好きだな。冷蔵庫って何度ですか？なんか何度だろう。今何度なんだろう、ここ。あ、でも7度。まあ肉は悪くなんないか。これ灰はね、楽しみにしててください。食感が面白いし味もいいから。はい。牛も灰とかって食べますっけ？食べるんじゃないかな。あんまり日本人食べないですけどね。大井競馬場に以前なんか赤と白っていうホルモンがあって、それはなんか灰っぽかったな。腎臓。まあうまいっちゃうまいけど歯ごたえいいし、でもすごい特徴があるかっていうとなんかレバーほどの個性はない。でもレバーっぽいような肉っぽいようなっていう謎部位。これがね問題の膵臓だと思うんですけどね。ちょっと後で調べてみましょう。一応動画用に膵臓ですまるまる使いますね。いやこれまんま心臓。
草食動物の胃は、牛って胃が4つあるとか言うじゃないですか、草食動物はやっぱり草の消化にすごい、進化してきたので、草の消化のために、だから鹿の胃はすごいひだになってるんです。牛でいうところの千枚みたいに。鹿の胃をね洗うのは超大変なんです。食べるために洗うのは。それでもその吸収の効率を良くするために、栄養の多分これ表面がね細かい毛みたいになってるんです。でそこにねこの吐瀉物みたいなのが、胃の内容物が付着するから、こうやってこそいで、これは網油、美味しいから。さて長い長い超パートに入ります。よし。シシの、ホルモンはなんかどっかお店で食べたことってあります？ない、あります？ないです。なんか獅子って竹々しくて臭そうなイメージがあったんです、僕漁師になる前。獅子肉ってなんかむさ苦しいような、でも獅子ってめちゃくちゃ上品で、ホルモンもねもつ煮とか作ると、こんな僕が素人が作ってもなんか本当に神楽坂のこじゃれた料亭で出そうな超高級そうな品のいい味わいになるんですよ。腰がほんとしゃがんでましたもんね。動かず作業するからですかね。そうですね。でもちょっと安心しました。なんか人間味あってよかったです。何の不死身の男かと思った。大和がもう平気でガシガシ言うから、もう体力お化けで腰ちゃんとやるんだって。すげえな、あった珍味中の珍味、睾丸。どうなってんすか？これはね、好きって人と好きじゃないって人に分かれるんです。俺は好きじゃない。玉ですね。そう。玉の中ってそうなって。そう。なんか男臭いというか。ちっちゃい方って何ですか？これ？これも多分清掃だと思うんですけどね。押すと血管浮き出てきて怖いですね。焼くんですか？まあ食べたい人が経験に食べれば。小腸になるんです。これは小腸だと思います。
らしくなってきましたよね。はい。だいぶ腰を折り曲げてやってたんですよね。これは大腸ですか？うん。だと思う。正直っていいですね。気取りましょうか。いやいやいや。なんか漁師の師匠とか釣りの名人とかから聞く話って、はい、へーって思うんだけど、はい、その土地土地の文化もあるんです。はい、昔タヌキムジナ事件って言って、はい、その地域によってタヌキとアナグマとムジナっていう呼び方がぐちゃぐちゃになって、で狩猟当時の明治だったかな、狩猟しちゃいけない動物だったんです。その時タヌキがかな、はい、で取っちゃって、はい、でなんでタヌキ取ったんだって言って、はい、いやいやいやうちの地域ではムジナって言うんだけどこれ取っちゃダメなのかいっていうのが結局犯罪なのか否かっていう裁判が起こって、はい、だから法律と言葉が間違って認識されてたら、はい、そしたらそれは犯罪になり得るのかっていうので結局無罪になったんですよ。その地域の文化だったからみたいな、はい、だから僕も言ってることが全国の漁師とは共通しないです。多分こっちの漁師は足跡のこと塔とか言ったりするけど、塔なんてうちの地域じゃ言わんとか、あと瀬古辰馬、これを瀬古ぶっぱっていう地域もあるし、なんかそれぞれ教えみたいなのがちょっとずつ違ったりするだろうけど、まあという先に予防線を張っておく作戦管理結構ここ茶色いですね。ね、まあやってみましょうなんか食えるかどうかわからないけど食ってみるシリーズっていうのがここ住んでるとたびたびあるんですよ。そのロードキルしかり、はい、あとセミとか、セミ、カマドウマとか。カマドウマって何ですか？なんかよく便所コオロギっていう不名誉な名前で呼ばれるんですけど、はい、すごいなんか悪の権化みたいな形したやつがいるんです。とりあえず食べちゃうんですか？まあ何か理由があればね。例えばカマドウマはなんか蚊帳をつって夏場寝てたら、はい、その蚊帳の中に入ってきたんです、はい、で顔の周り飛ばれたから鬱陶しいと思ってペンってやって、はい、で翌朝起きて、はい、そしたらまだそのカマドウマが虫の息だったんです、死んでないから鮮度は保たれてる、けど生き物の命だし、殺しちゃうわけだから、じゃあ食べてみた方が供養になるかなと思って、で焼いて食べてみたら、ほぼエビだった、けどほぼエビだけど、俺はエビの方がうまいと思うから今後も食べないそのエビの味するんですね。よく言うんですよ、昆虫ってどんな味って、はい、セミもほぼエビだし。セミエビなんですか？エビの殻とちょっと肉がついてるかなぐらい。でもセミはセミなんですよ。難しいんだよな。生き物の肉まあ昆虫は分からんけど、はい、哺乳類とか大体どの種も全部味が違うんですよ。タヌキとキツネも違うし、ハクビシンとかそこら辺も違うし、でその中でまた個体の差があってうまいまずいもあるんですよ。だからまあ野生肉おすすめ
るって難しいんですよ。結局みんなが興味を持って取り出しちゃったら野生肉なんていなくなるし、やっぱり家畜肉がある程度流通してることによって漁師は野生肉食べれるから。ただいろんな種類のいろんな味を食べれるのは単純になんか景色が広がるというか、見えるものが広がる気がして楽しいです。食べないけどキリンとかどんな味するんですかね。確かに草食ですもんね。草食だから多分刺身でいけるんですよ。キリン刺し。サバンナでキリン刺し食べたダメでしょ。保護動物でしょ。日本のバカな YouTuber が来てキリンを刺身生で食った。やだー。YouTuber って言われるのもやだしな。そうですね。さあ、あれだけあったもつも終わりました。よいしょ。ほら、こてっちゃんみたいに丸くなるんです。なるほど。先に湯がくのは何でですか？臭みを取るため。湯がいて細胞の間から血を出して、でそれで水洗いするんです。で後々分かると思うけど、このお湯の周りにアクが出るんですよ。アクって血だから、その血を一回出す。もう余裕で食べ物ですね。ずっと漁師やってると生きてるところからこの口に運ぶまでずっと見てるから、どこがラインなんだろうってすごい気になる。グロテスクとされるラインって。グロテスクって何なんですかね。慣れだと思うんですけどね。確かに。色が違うのは小腸と大腸で違うんですかね。いや、これはね今大腸シリーズなんですけど、多分その場所だと思う。なんかでも個体差もあるんですよね。もっとね黒っぽい子もいるし、こう茶色い子もいれば全然色がついてない子もいるし、何を食べてるかその時期にもよるんだと思う。これ暇だからなんか本読んでてもいいですか？あ、はい。話しかけたら怒ります？いや大丈夫でしょ。わかんない、ワンちゃん怒るかもしれない急に。あ、いや話しかけないんだ。意外と本読んでる暇ないな。すぐできちゃいます。
聞く。これどこですか？いいです。あ、今日お風呂行っか。汗かいてないしな。山行ってましたよ。汗はかいてないです。山行ってましたよって覚えてますよ。そうでしたっけって言ったらやばいでしょ。山行き過ぎても覚えてない。タメ口でいいですよ、そういえば。まあ仕事柄なんか対象に対して敬語なのかもしれんけど。そうですね。ましてや俳優さんに。俳優さんって言うんじゃねえしな。ここはなあ、24時間役者やってらんないから、僕だって疲れちゃうから。で、僕が急に「でっくん」って言い出したらちょっとなんか気持ち悪くないですか？まあ別にまあ35にもなって「でっくん」っていうのもちょっと恥ずかしいやつ。もうあれですか、学生の時からですか？高校からです。なんかいろいろ散らかってんな。そうですね。もうでももうまあもうでももう伝わるかなそれで。結局こうなりますもんね。なんか冷凍庫も見たいんですけど、なんか全部やりすぎてももったいないなと思う。冷凍庫の中、変わったものそんな入ってないですけどね。熊の頭とハシボソガラスとハシブトガラスの頭ぐらいしか入ってない。変わってますよ。丁寧に振らないでください。その頭ってどうするんですか？食べるんですか？いや、なんか松橋さん、女性漁師の松橋さんが、頭骨マニアなんですよ。頭の骨いっぱい集めてて、動物が好きすぎて、で夜な夜ななんか引き出しから出してめでてるらしいんですけど、それのために頭なんか面白いというか貴重なの手に入ったら取っといてって言われて、その3体手に入ったから、頭どうするって言ったら、休みの日になんか煮るらしいんです。で煮て漂白剤につけて標本にするらしいんだけど、その一本一本抜け落ちた歯とかをプラモデルのように組み立て直すらしいんですよ。結構な時間がかかるんだけど、それの最近忙しくて時間がないから入れたまんまにしといてって言われて、いつ取り組んだのって思いながら熊が運ばれてきて僕のところに、もう取られた熊、で時間ないからさばいといてっつって一人で僕さばいて、で毛皮と頭骨出たと思って、そしたらジョナサンから連絡が来て「月の悪魔の毛皮もらってっていいですか?」って「いいよいいよ」いや松橋さんが「頭欲しい、いいよいいよ」なんか松橋たちにみんなでお茶しに行ったことがあって、出してくれたんですよ、頭骨を。でこれはイタチ科だからかっこいいでしょ、ここのシェイプがとかすごい言ってて、って言ってで吸ってしまったら「もう見ないの?」って言うから「なんで?」っつって「そんな見るもんなの?」夏に、夏って日中さばいてるとハエが寄っちゃってしょうがないから、夏の日中暑い時間帯は川につけといて、で夜暗くなってハエが飛ばなくなってからさばくんです。でめちゃくちゃ僕が2頭取って、でなんか何頭も運ばれてきた日があったんです。全部で5頭いたんです、川の中に。でも全部さばかないといけない、全部ソーセージ工場に持ってこうっていうんで、夜な夜な起きて川から引っ張り出してここに吊るして一人でずっとさばいてたんです。でめちゃくちゃ雨降ってきて、で当時冷凍庫がなかったから
近所のその冷凍庫借りに行くためにさばいた肉を車に運んで、またさばいては車に運んで、っていう往復をしてた時に足元でマムシが走ったんです、うわマムシだと思って、マムシは焼酎につけるとマムシ酒になって美味しいって言うから、雨ザーザー降りの中ヘッドライトでマムシ探して、このトングでトングで探し回ってどこ行ったどこ行ったってやってたんだけど、そういう、複雑怪奇な日常を送っておりますのでお楽しみに。見たい見たい。やっぱその動物とか生き物を見ると食べれるか食べれないかみたいなところが一個まず頭に出るんですか？いやそんなことはないです、基本的には野生動物はめでる対象というか可愛いなって思うので、うわ肉だ獲物だとは思わないです。鉄砲を持って山歩いてる時は、何か出るかなって、やっぱり気尖らせてるけどねえ、やっぱ山の中で今日みたいに、ウサギは狩猟動物、狩猟鳥獣だけど、でもウサギと出会ったりリスと出会ったり、頭の上を大きなワシが飛んでたりするとうわーって嬉しくなりますね。はい。灰は浮くんですね。5分かかんないかな。睾丸。火入れるとあんま何が何だか分かんなくなりますね。そうだから一緒くたに煮ちゃうと、その何食べてるか口の中に入れるまで分かんないですか。はい、下茹で終わり。何時間かかった？ちょっと一人前のホルモン焼きを作りますんで。ごま油。ラー油と生姜。料理酒。後でまとめて。
こっちがはい。ちょっと辛い醤油味噌ベースのタレ、生姜、あとなんか適当に置いてあった食べるラー油、あとごま油、お酒、砂糖、唐辛子、醤油、味噌、水で、こっちが今日大豆アレルギーの友人がいて、そのお醤油とかお味噌がダメだから、これは塩だれ、ごま油、レモン、なんか味の素みたいなやつ、まあウェイパーか、あとネギ、お酒、水。これは醤油とレモン、この前言ったその油酸対お酢とかの1のお酢の代わりにレモン、これポン酢でも全然うまいんですけど、なんか美味しいお醤油とをいただいて、せっかくレモンがあったから、これとごま、へい。そしたらホルモン焼き大会です。静かに待っていてくれた友人が例によって米食べたい人は自分でよそってください。で、自分たちでお皿出してください。だからまず塩だれパートからいきます。このサイズって女の子やっぱ食いにくい。いや、食べれます。大きい方がいい？ちっちゃいこれの半分ぐらいがいい？でも大きい方が、大きい方がいい？大丈夫。ね、男ってでかい肉にさロマンを感じるんだけど、女の子も感じる？感じますよ。はい。あ、そう。カリーちゃん、ハイボールって入れられる？あ、炭酸水なかった？はい。あ、じゃあビールもないんだっけもう。これは？アルコールゼロ。これはビールじゃない。ないですじゃん。いいね。ビールじゃないです。ビールない。じゃあ焼酎の水割りにします。おとなしく。使った方がいいかな。はい、完成です。食べて、食べよう。飯食ってください。もう喋っていいでしょ。うん、はい。これ何です水道？うん。しっかり煮てるし。うん。これいいです。いい硬いよ。まあいいわ。硬い。うん。
うん。これレバーですか？レバー。ジャッいや、ちょっと胃の味するね。ね。ちょっとまあいいや。この辺中心旗の心臓で、この辺小腸。どれ心臓とか？これ心臓。心臓食べたいです。うん、うまい。これも食べれる？レバーうまっ。あ、これレバー？うん。ちょっと待って、これ心臓。これレバー？うん。はい。レバーね。どれ？美味しい。いやー、今日も元気だ。飯がうまい。健やかで何よりいいね。火力ある？大丈カレーくわいや、これはうまいでしょう。ピンクだと1本10万ぐらいする。夫？そうそうね。これ買っちゃおう。そう、ちょっと5万ぐらいまで全然行こうかな。はい、完成。これが紙引きのやつ。うまい。歯が柔らかい。はいはね、いや、でも弾力あります。吉村さん、膵臓か肝臓がいい。初か。うん、柔らかい。あ、吉村さん、腎臓も食べやすいと思う。ありがとう。そうだよ、今度家の前でチャパティやり